標準ストラップは若干ずれているのがお分かりいただけたでしょうか。これが一番エリートストラップの性能が分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、まさか逆立ちしても落ちないのは驚きました。それではビートセーバーの難易度エキスパートプラスで標準とエリートストラップでプレイしてみます。標準ストラップでプレイしてて思ったのが、動きを激しくしてしまうとディスプレイがはっきり見える位置からずれていってしまうんですよね。それとは逆にエリートストラップだったらずれにくいので、このように大きな動きでプレイしたいとなっても問題ありません。特に違いを感じるのが頭を横に傾けた時です。頭を垂直に保ったまま動くのはあまり問題ないんですけど、標準ストラップだと頭を振る動作をするとヘッドセットが外れてしまうんでできません。これ動画だったら激しい動きしてるっていうのがちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、実際は相当頑張ってます。両方ともずれてプレイできなくなることはありませんでしたが、エリートストラップではずれを気にすることなくプレイできます。めちゃくちゃ疲れました。はい、それじゃあね、標準のストラップでちょっと寝転んでみたいと思います。よいしょ。まあ若干ずれた時にここが引っ張られる感じはあるんですけど、まあ許容範囲ですよね。これだったらちょっと硬い枕でもやってみましょう。低反発枕でやると全然いいっすね。全然いい。これだったらまあ大丈夫かな。よいしょ。今日も見るか。よいしょ。頭がちょっとゴツゴツしてる感じがありますな。ここがね、枕のところに当たるんですよね。まだこれ枕がふわふわなんで、この形状にこうへこんでくれるんですけど、うまい具合にこのね、低反発枕とかちょっと硬めのやつだとね、ちょっとどうなるかやってみましょう。全然ダメ。もう不快感しかない。不快感しかないね、ここ。全然ダメ、これ。ダメだ、これ。ここに固定して、ちょっと下に下がると頭がつられて、こう、引っ張られてる感じになったりするんで、完全にこれ集中できなくなりますね。これ抜けない。もうやるとしたら、こういう硬めじゃなくて、こういう、ちょっと柔らかめの枕だったらまだ、でもこれでもあんま良くないな。あんま快適とは言えないね。快適とは言えない。こういうヘッドレスト付きの椅子だと、これもう完全にダメですね。もう違和感しかないですね。ここ当たっちゃって、なんかちょっと前のめりにならないといい姿勢にならないんで、ヘッドレストをつけて使うっていうのはちょっと現実的じゃないですね。ここまで動かすか、ここを上げたら全然大丈夫なんですけど、ヘッドレストでエリートストラップはちょっと難しいなってとこですね。ここの後頭部の後ろに隙間ができるような椅子でプレイすると、かなり快適ですよね。このまま動画を見るとか、DMM 見るとかね。これが一番エリートストラップで快適な姿勢だと思います。かなり違和感のない装着感で見れますね。上向いても大丈夫なんで、ある程度隙間があるところがいいですね。エリートストラップの調節の仕方です。このダイヤルを回すと広がるんですよね。で逆に回すとこういう感じで縮んでいくということですね。こう緩めて、ここをつけて、これで装着です。後ろはこんな感じです。こことこことここの上のここの3点で支えられてるんで、かなりのホールド感がありますね。もう頭全体で支えてる感じがあるんで、ずれないなっていう安心感がかなりあります。ここをきつく締めたら、もうここ緩まないですね。引っ張ってもここをカチッと回すと緩むんですけど、ここでは緩まないんで安心ですね。
それではエリートストラップのメリットとデメリットをまとめていきます。1つ目のメリットは装着感が改善されることです。標準のベルトだとかなりきつく締めないとずれてしまいます。ただきつく締めると締め付け感で不快になったり、額の部分が痛くなったり跡がついたりしてしまいます。エリートストラップだったらそんなにきつく締めなくても固定されてヘッドセットがずれることはほとんどなくなります。標準のストラップだと冒頭で流した動画のように激しい動きをしないまでも動きが必要なゲームだと少しずつずれていってしまってディスプレイがはっきり見える位置からずれていってしまうんですよね。エリートストラップだとそれがかなり軽減されています。2つ目はダイヤルで調節できることです。これはバイブプロでも同じような構造になっていました。このようにダイヤルを回して調節していました。そしてこの構造だったら片手でも調節することができます。微調整もしやすいんで装着のスピードも速くなります。次にデメリットなんですけど、1つ目は価格が高いことです。価格は6819円です。標準で装備してほしかったんですけど、本体の価格が高くなってしまうんで仕方ないかなとは思います。ただ使わなくなった標準のストラップにもコストがかかってるんで、これはちょっともったいないなと思いますね。今後非公式のものも発売されていくかもしれないので、手が出せないという人は Amazon をチェックしてみるといいと思います。2つ目は寝転んで使うには圧倒的に適してないことです。まとめると長時間プレイするゲームユーザーにはほぼ必須と言ってもいいと思うんですけど、寝転んで使うアダルト VR ユーザーは必要ないと思います。そう、あなたのことです。ただネットフリックスとかアマプラを見る動画ユーザーは同じ体勢で見るとは言っても長時間装着していることを考えると快適になるのは間違いないのでおすすめではあります。もう本当にアダルトユーザーにだけは必要ないという結論に至りました。というわけで今後もアダルトユーザーだけでなくても VR をプレイしたことない人やしたことある人皆様にも役に立つ動画をアップしていきたいと思うんでチャンネル登録をお願いします。この動画が分かりやすいなとか面白いなと思ったら高評価もお願いします。それと Twitter では VR 関連のこともツイートしているんでそちらもフォローをお願いします。それでは標準ストラップで良い VR ライフを。